サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは、リング持ち手のバンブーバッグです。こちらのバッグは以前雑誌天然生活さんでご掲載いただいたバンブーバッグです。雑誌に掲載していただいた作品と同じように今回はアラン風ニットで作ってみました。そしてポイントとしてはこちらのレース生地やレースモチーフ、コットンパールなどで飾り付けをして冬に持つ可愛いバンブーバッグとして作ってみました。裏地付き内ポケット付きです。サイズは横幅の一番大きいところが40センチ、口布から底までが30センチです。こちらの本体の部分の型紙も無料配布していますので、ぜひご利用くださいね。最後までご覧ください。バンブーバッグの材料紹介します。こちらはバッグ本体の型紙です。ホームページ handmade.com で無料ダウンロードできますので、ご自由にお使いください。こちらの2枚をダウンロードしていただきまして、どちらも A4 サイズ 100% サイズ設定して印刷してください。こちらの星印を合わせますと、このような型になります。こちらはバッグ本体の表地です。今回はアラン風ニットで作ります。こちらが輪になっていまして、型紙が2枚入るサイズの生地をご用意ください。こちらは裏地です。裏地もこの型が2枚取れるサイズでご用意ください。そして今回は表地にアラン風ニットを使用しますので、ニットにこちらのニット用の接着芯を貼ります。このような柔らかくて薄っぺらい接着芯です。ニットではなく普通の生地で作られる場合はニット用の接着芯は必要ありません。こちらは内ポケットです。縦30センチ、横幅15センチを1枚ご用意ください。こちらは口布です。縦16センチ、横幅32センチを2枚ご用意ください。今回は口布のこのようにレース地を合わせまして口布を作ります。レース生地は口布よりも少し大きいサイズでご用意ください。リング持ち手は今回は直径17センチのサイズを使用しています。少し小さくても大きくてもそちらは問題ありません。今回は冬用バッグとして雪の結晶や雪をイメージしてこのようにレースモチーフやコットンパールビーズなどで可愛く飾り付けをしたいと思います。飾り付けはお好みでどうぞ。それでは型紙を作ります。型紙はホームページ handmade.com で無料ダウンロードできますのでご自由にお使いください。A4 サイズ 100% サイズ設定してこちらの2枚を印刷してください。印刷していただきましたらこちらの型通りにまずハサミでカットしてください。カットしていただきましたらこちらの星印の部分をこのように合わせてください。そうしますとこのような型紙ができます。この紙をそのままお使いいただいてもいいですし、もしもこちらのバッグを何度も作られる場合は厚紙やクリアファイルなどに写してこのような型紙を作っていただいても便利だと思います。それでは表地にニット用接着芯を貼ります。今回は表地にアラン風ニットを使用しているのでこちらのニット用接着芯を貼りますが、普通の生地を使用される場合はこちらのニット用接着芯を貼っていただかなくて大丈夫です。大体でいいので貼っておきます。もう1枚の方にも同様にニット用の接着芯を貼ってください。それでは表地にこちらのバッグの型紙を描いていきます。裏面を上に向けておいてください。そしてこちらの型通りにまず型を描きます。だいたい上のところは3センチぐらい取れるような形で残して型を描いてください。こちらの中心を合わせて反対側にも型を描きます。このように型が描けましたらこちらのバッグの周りの部分は縫い代1センチでカットします。そしてこちらの袋口のところはだいたい3センチでカットします。このように袋口のところは3センチの縫い代を足してカットしました。そしてバッグのこちらの周りの部分は縫い代1センチを足してカットしました。
残りの表地と裏地の方も同様にカットしてください。表地2枚、そして裏地の方も2枚、このように肩を描いてカットしました。続きましてこちらのダーツの部分を縫います。まずこのようにダーツの部分を待ち針で合わせて留めます。この端の部分とそしてこちらの端のこの部分を合わせます。そしてこのように待ち針で留めます。このように待ち針でダーツの部分を留めましたら縫います。残りの表地と裏地の方も同様にダーツを折っていただきまして、こちらの線の上を縫ってください。それではダーツのこちらの角の部分から端まで縫います。残りも同様に縫ってください。表地のダーツと裏地のダーツを縫いました。そうしましたらこちらのダーツの部分の余分な縫い代はカットします。こちらからだいたい 5mm から 7mm でカットします。このようにカットしていただきましたら、こちらの角の部分は少し斜めにカットしておきます。その際にこちらのミシン目のところまで切ってしまわないように気をつけてください。残りのダーツの部分もカットしてください。表地と裏地の縫い代をカットしましたら、アイロンで縫い代を割ります。残りの裏地と表地の縫い代も同様にアイロンで割ってください。それでは内ポケットを作ります。中表に半分に折ってください。このように待ち針で留めましたら、こちらの開いているところに返し口5センチを開けて縫い代1センチで縫います。それでは角を斜めにカットします。返し口より表に返します。角は目打ちや棒などを使用してきれいに出してください。表に返せましたらアイロンで形をきれいに整えます。それでは裏地に内ポケットを縫い付けます。まず裏面をこのように上に向けて置いてください。そしてこの中央のところに待ち針で印をつけます。そして中央がわかるようにこのように十字に待ち針を刺します。このようにこちらの線の上に待ち針を刺しました。表に返します。そうしますとこのように表面の方からもこちらの中央とバッグの袋口の型がわかります。そしてこちらの中央の部分からこの十字になっているところですね、こちらの部分から下に4センチのところに印をつけます。このバッグの袋口の横の線に合わせて端をこのように合わせています。そしてこの下のところに4センチのところに印をつけました。そして内ポケットを半分に折っていただきまして、中央に折り目をつけます。こちらが返し口の開いている底の部分です。そしてこの中央のところを先ほどの4センチの印の部分に合わせます。そして内ポケットのポケット口がこちらの線にちょうど平行になるような形で留めます。こちらの待ち針の印の部分から下に4センチのところに内ポケットをつけています。内ポケットをこのように留めましたら、こちらのポケット口の縫い始めは三角に縫っていただきまして、こちらの端を縫っていきます。そして最後のところも三角に縫い終わります。それではポケットの角のところから下に 1.5 センチから2センチのところから三角に縫い始めます。最後も同様に三角に縫ってください。それでは口布にレース生地を縫い合わせます。このようにレース生地を縫い合わせない方はこちらの工程は必要ありません。まずレース生地の裏面を上に向けて置いてください。そしてそちらにこちらの口布の裏面を上に向けて重ねます。レース生地はこの口布のサイズよりも少し大きめにカットして用意してください。重ねましたら待ち針で留めます。
もう1枚の口布の方も同様にレース生地と合わせて重ねまして待ち針で留めてください。待ち針で留めましたら、こちらの4辺の端の部分を少しずつ縫ってレース生地と口布を縫い合わせます。だいたい端から 2、3mm のところを縫ってください。きっちり全て縫っていただかなくても大体で大丈夫です。もう1枚の方も同様に縫ってください。このように4辺を縫いましたら、レース生地のはみ出ている部分はカットします。こんな感じです。もう1枚の方もこのはみ出ている部分はレース生地をカットしてください。それでは口布の両脇を 1cm、1cm で三つ折りします。まず裏面を上に向けておいてください。もう1枚も同様に両端を 1cm、1cm で三つ折りしてください。三つ折りしましたら、こちらを端ステッチします。こちらも同様に縫ってください。それでは表地を中表に合わせて袋にしていきます。まずこちらの型紙通りの位置をこちらも合わせて待ち針で留めます。こちらの角を合わせましたら、続きましてこちらのダーツとダーツの位置を合わせて待ち針で留めます。こちらを合わせて待ち針で留めます。このように待ち針で留めましたら、こちらの角の部分から下に 5cm のところに印をつけます。反対側にも同様にこちらの角から 5cm のところに印をつけます。5cm の印をつけましたら、こちらの 5cm の印をつけたところから型紙通りの線の上を縫います。こちらの 5cm の印のところまで縫います。裏地も同様に中表に合わせまして、型紙に合わせて待ち針で留めます。そして表地と同様にこちらの角から 5cm のところに印をつけまして、そして印から印までを縫います。裏地もこのように縫い合わせました。そうしましたら、表地と裏地の縫い代をアイロンで割ります。このように縫い代を割りましたら、表地の縫い代も同様にアイロンをかけて割ってください。それでは表地と裏地を一緒に縫い合わせます。まず裏地を表に返してください。裏地を表に返しましたら、裏地の中に表地を入れます。このように裏地と表地を外表に合わせます。そしてこちらの脇を合わせてピンで留めます。このようにこちらの 5cm の先ほどの印の部分の角が合うようにちょうど合わせてください。このように合わせましたら、こちらの端から 2、3mm のところを縫います。それでは口布と合わせる上の部分にギャザーを寄せます。まず裏地と表地をずれないように待ち針で留めます。こちらの型紙の上の線と裏地と表地のこの線を合わせて待ち針で留めます。こちらはだいたい縫い代 3cm で最初にカットしています。このようにこちらの面も裏面の方も裏地と表地を合わせて待ち針で留めましたら、端から 1cm のところと 2cm のところに粗ミシンをかけます。
今回は家庭用ミシンで粗ミシンをかけてギャザーを寄せます。それでは家庭用ミシンでギャザーを寄せます。お使いのミシンによって粗ミシンの設定も多少異なると思いますので参考にご覧ください。上糸の強さは一番弱い段階にします。そしてミシンの縫い目も粗いものに設定します。1針の縫い目の長さを設定できる場合は3から5に合わせてください。そうしましたら上糸と下糸をこのように10センチぐらい長く引っ張っておいてください。そして返し縫いをせずに進みます。まず端から1センチあたりのところを縫っていきます。最後も返し縫いせずに10センチぐらいの長さでカットしておきます。そしてもう一度少し引っ張っておきます。そして先ほど縫ったミシン目のところよりも5ミリから1センチ下のところを縫っていきます。今回も返し縫いはしないでください。そして糸をまた引っ張っていただきまして10センチぐらいのところでカットしておきます。このように粗ミシンをかけました。反対側にも同様に2本粗ミシンをかけてください。このように2本ずつ粗ミシンをかけました。そうしましたらバッグと口布を縫い合わせていきます。まず裏面を上に向けて置いていただきまして片方の端のところに縫い代1センチの線を引きます。縫い代1センチの線を引きましたら半分に折っていただきまして中央に印をつけます。中央に印をつけましたらこちらの縫い代1センチの中央の印とバッグの中心の印を合わせて待ち針で留めます。こちらがだいたい縫い代3センチでカットしていますのでその3センチの線のところに合わせて中央に合い印を留めます。そうしましたらこちらの口布の端の部分は本体の端のところに留めます。だいたい縫い代3センチのところに合うような形で留めます。反対側も同様にこちらの縫い代1センチの端の部分と上から3センチの端のところを合わせます。このように3箇所合わせましたら先ほどの粗ミシンをかけた糸端の部分のどちらか一方の糸を上糸でも下糸でもいいので引っ張っていただきましてギャザーを寄せます。2本一緒に引っ張ってください。このようにギャザーを均等に合わせましたら口布の縫い代1センチのところと表地の端から3センチのところを合わせて待ち針で留めます。このようにギャザーを均等に寄せて待ち針で留めましたらこちらの口布の縫い代1センチの線の上を縫います。反対側にも同様に口布を縫い付けてください。口布をこのように縫い合わせましたらこちらの余分な縫い代は縫い代1センチでカットします。そうしましたらこちら口布のまだ縫っていない端の方を1センチで折ってアイロンをかけます。それではリング持ち手をつけます。まず口布にリング持ち手を通していただきまして口布を半分に折ってミシン目のところに合わせて待ち針で留めます。このように端も合わせていただきましてそしてミシン目のところが隠れるような形で口布を折って合わせます。このように待ち針で留めましたらこちらの端の部分とそしてこちらの折った部分を手縫いで縫い付けていきます。だ
大体でいいので、このように脇の部分も手縫いでまつります。このように持ち手を縫い付けました。もう一方の方にも持ち手を縫い付けてください。こちらでバッグ自体は完成です。今回はせっかくなのでレースモチーフやパールビーズなどで飾り付けをします。大体で飾り付けたい位置を決めましたら手縫いで付けます。縫い付ける際は裏地も一緒に縫ってしまわないように気をつけてください。こちらで完成です。バンブーバッグが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。